皆さんこんにちは、みさとです。私は今、近鉄特急ひのとりに乗っていて、名古屋駅に着くところです。今回は JR 東海の青空フリーパスというフリー切符にプラスアルファして、長野県の松本市まで行ってみます。ということで、名古屋駅の近鉄から JR への乗り換え改札横の券売機で青空フリーパスを購入します。乗り換え改札口の券売機でささっとトクトク切符が買えるのも便利ですよね。青空フリーパスも買えたので乗り換え改札口を通ります。青空フリーパスはこんな切符です。JR 東海の名古屋近郊で普通列車自由席に土休日で1日乗り放題になる切符です。さて、名古屋から乗車する列車は8時20分発の中央本線中津川行き普通列車。列車は新しい315系の8両編成。名古屋地区の中央本線はこの新しい電車にもうかなり置き換わってますね。8時20分名古屋駅を発車。今日も JR 東海をご利用くださいましてありがとうございます。普通中津川行きです。8両編成です。車内は禁煙です。お手洗いは1号車にございます。自動放送が AI 音声にも声優さんの声にも聞こえます。聞きやすい放送ですね。最初の停車駅、金山は東海道本線、名鉄、地下鉄との乗り換え駅。千種駅は名古屋寄りの保線基地があるあたりが移転前の千種駅があったそう。名古屋駅から17分で新堀山駅に停車。この駅までが名古屋市内で、次の柏川駅から春日井市内に入ります。柏川駅到着前に車窓左手に寄り添いかけて行き止まりになる高架線が東海交通事業城北線。中央本線柏川駅の方は線路がつながるように高架線の真ん中を空けて待っています。神領駅の手前で神領車両区が見えてきます。そして神領駅。この駅は車両基地の中にある感じですね。8時51分、高蔵寺駅に停車。ここで4分間の停車時間。向こうのホームには愛知環状鉄道の電車が止まっています。特急などに抜かれるわけでもなく、8時55分発車。岡崎へのルート、愛知環状鉄道の線路が分かれていきます。周囲に山が迫るようになり、トンネルを抜けると庄内川の渓谷が見えて上高地駅。次の小古家駅からは岐阜県となります。大田線の線路が近づいてきて多治見駅。土岐市駅は跨線橋の半分とホーム上のところどころが昔ながらの雰囲気が残る駅。水波、かまど、竹波と停車していきます。9月上旬ですが、稲はもう色づき、稲刈りを終えているところもありました。江名駅は明智鉄道が分岐する駅。一番乗り場の向こうに明智鉄道のホームが見えました。美濃坂本駅は付近をリニア中央新幹線が通るため、岐阜県内のリニアの駅として設置候補になっているそうです。そして名古屋から1時間26分、中津川駅に到着。8両編成の電車からは大勢のお客さんが降りました。お客さんが下車したところで315系の車内を撮影。ご覧の通りのロングシートです。次に乗るのは10時ちょうど発の松本行き普通列車。待ち時間が10分ちょっとなのでホームで待ちます。特急シナの5号が先発で、大勢いたホームのお客さんの一部を乗せて出発。これに乗れば松本まで1時間15分ほど、11時過ぎには着いてしまいます。でも今は普通列車で乗っていきます。10時ちょうど発の松本行きが入線。211系の3両編成。車内はセミクロスシートの編成でした。この日はこの夏の青春18切符の最終日の日で、8両から3両になり混むかなと思いましたが、座席が埋まって立ち客がちらほらいる程度でした。ちなみに私は撮影がしやすいので、いつもロングシート部分に座ることが多いです。この電車にしばらくお世話になります。10時ちょうどに中津川駅を発車。日中にこの区間に乗るのは久しぶりで楽しみです。車窓左手に落合ダムのダム湖が見えて落合川駅に停車。こ
この川は木曽川でしばらく中央西線が寄り添います。坂下駅までが岐阜県となります。時折見せる木曽川の流れがもう綺麗すぎますね。長野県に入って最初の駅は田立駅。渚駅近くにはヒノキの貯木場が見えました。前から線路を見ると左右にカーブが続いています。こうも曲がりくねると振り子電車が必要な理由もわかりますね。十二金駅です。この先は線路が一本になって単線になっているのがわかります。野尻駅、大桑駅と停車。木曽路はほんとすべて山の中ですね。須原駅では4分停車。単線区間なので列車の行き違い待ちがあり、名古屋行き特急シナの6号が通過していきました。まだ残暑というか猛暑が厳しかった9月上旬。夏空が広がる気持ちの良い空です。倉本駅を過ぎてから車掌さんが回られてきたので、青空フリーパスのエリア外にある乗車券を購入。木曽平沢から松本まで590円でした。しかし購入中に目覚めのとこの通過と重なり撮影できず、木曽川の渓流に北条摂理の白い岩がゴツゴツと見えるこの場所。寝ていても目が覚めるような場所だからこの名がついたのだとか、帰りに撮影しましたが、多分駅の方が綺麗に見えます。上松駅です。先ほどの寝覚めのとこの最寄り駅ですが、2km 離れています。一瞬見えた橋は御嶽山方面へ行く道。そして木曽福島駅。特急も止まる木曽町の中心駅で大勢のお客さんが下車しました。中山道福島塾などの観光拠点でもありますね。中津川駅を出て1時間以上経過しました。ここで塩尻までの行程の半分は過ぎましたね。荒野駅を過ぎて宮の越駅。古そうな木造駅舎に使われなくなった貨物ホーム跡らしきものがありました。藪原駅もいい感じの古い駅舎、古線橋ですね。次の奈良井駅から塩尻市内になります。宿場町奈良井宿があり、駅もそれらしい雰囲気がある奈良井駅。この駅で反対列車との行き違い待ちがありました。青空フリーパスのエリア末端の木曽平沢駅です。集落より一段高いところにあり、見晴らしがいい感じです。家川駅、秀潮駅と過ぎて、少し周囲が開けた感じの瀬場駅。馬を洗うと書く駅名、いかにも街道沿いらしい名ですね。次は塩尻駅です。東京新宿甲府方面からの線路が合流し、塩尻駅に到着です。中津川からの所要時間は1時間51分でした。このまま乗っていても松本へ行けますが、先発の松本行き普通列車があるのでそちらに乗り換え、なるべく松本での滞在時間を長くしたいので乗り換えました。11時57分、甲府始発の松本行きが発車しました。こちらはロングシートの編成で立ち客もかなりいる混雑っぷり。終点松本まで17分です。この先は篠ノ井線。松本までの区間、駅間距離は短くなります。広岡駅に村井駅。村井駅は半橋上駅舎に工事中でした。2007年開業の平田駅を過ぎると、日本オイルターミナルのタンク車が見えて南松本駅。そして終点松本駅へ12時14分到着。名古屋から3時間54分の旅でした。ということで、名古屋から松本まで青空フリーパスと乗車券を追加して旅をしました。名古屋から松本まで普通運賃で3410円ですが、青空フリーパスと追加乗車券で2620円プラス590円で3210円。片道だけだと200円のみのお得ですが、帰りも使えますから普通運賃で往復6820円のところ、青空フリーパスと追加運賃往復で3800円とお得額が3020円にまで広がります。ただし日帰りで帰らないといけませんが、松本以外にも中央東線方面にも応用が効きますね。さて、ちょうどお昼でこの日はお蕎麦をいただきました。駅前のお木曽製粉所松本駅前店で山菜おろしぶっかけそばをいただきました。とても美味しくいただきました。ごちそうさまでした。次回の動画は松本を観光。その日のうちに奈良まで戻ります。
今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。